皆さんこんにちは。今回は外部フィルターに取り付けるガラスパイプについての動画になります。ガラスパイプっていろいろ種類があると思うんですけど、実際どれ選んでいいのかってわかんないですよね。僕も初心者なんで全然わかんなくて、一応何が違うんだろうって思いながら買ってましたけど、今回はガラスパイプが違うことによってどういう水流の変化があるのかっていうのを種類別に見ていきたいと思います。で、用意したのがこちらの4つ。左からポピーパイプ、リリーパイプ、スピンパイプ、ジェットパイプです。で、僕貧乏なんでどれも ADA の製品じゃないんですけど、一番右のはドゥアクアの製品です。今回はこれを使って検証していきたいと思います。ちなみに内径 12mm 外径 16mm 対応のパイプになってます。1つ目がポピーパイプ。正式にポピーパイプっていうかわかんないんですけど、他と差別化するためにそれで読んでいきたいと思います。2つ目がリリーパイプ。よく見る形のパイプですね。3つ目がスピンパイプ。結構ユニークな形してますよね。最後がジェットパイプ。先端の部分が潰されてて径が細くなってます。なんでここから勢いよく水流が発生するようなパイプになってます。で、ガラスパイプは同じ形状でも一つ一つ微妙になんか形が違うみたいなんですよ。なので今回検証する結果が全てに当てはまるとは限らないんで、参考程度によろしくお願いします。で、今回検証に使うのがこれ、家に余ってた60センチのロータイプ水槽です。で、使用するフィルターがこちら。各ご家庭に1台はあるであろう外部フィルター、エーハイム2213です。これも余ってたのを使います。で、中の露材は粗めのスポンジフィルターを入れてます。なんで生物ろ過とかギチギチ詰めてるものであるとまたちょっと水流が弱くなるかなと思います。では水槽に水を張っていきます。だいたい水量は35、6ぐらいでしょうかね。で、エーハイム2213をセットしていきます。もう呼び水もお茶の子さいさいです。ということで設置してみました。ちょっと角度がおかしいんでこれは後で修正しておきます。はい、ではスイッチを入れていきます。うわ、切ったな。すいません、ちょっと中しっかり掃除してなかったです。で、これじゃあ分かりづらいと思うんで、うちにいるこの子たちレッドグラスグッピーを使用して検証していきたいと思います。事前に水合わせしてるんで安心してください。では入れていきます。で、見た感じ一生懸命泳いでる感じはなさそうですね。なんでこれぐらいヒレの長いグッピーでもこのポピーパイプであれば飼育することが可能かなと思います。またレイアウト素材とかで水流も変わってくると思うんで、もうちょっと緩やかな流れになると思います。基本的に形状として多分底の部分にまず水が当たって中でちょっと攪拌されてから出てくるような形になると思います。続いてはリリーパイプです。先ほどよりも結構流れが強いことが分かりますね。グッピーたちも一生懸命泳いでる姿が見えます。水面に近いとこういう風に水面が揺れます。これはリリーパイプの形状に沿って
拡散されて水が出ているんじゃないかなと思います。はい、では続いてはスピンパイプです。泡の流れからしてもちゃんと水がスピンしてから排出されているのが分かります。グッピーたちを見てもゆったり泳いでいるのが分かりますね。多分このパイプの中で一番水流を弱める効果が強いんじゃないかなと思います。こんな感じでスピンされた水が両側からきれいに排出されているのが分かります。はい、では最後はジェットパイプです。えぐい速さですねグッピーたちが集まって頑張って水流に耐えようとしているのが分かります。これはちょっと厳しそう。水面の揺れ方も激しいです。まっすぐ水流が向かっているのが分かります。でこれだと分かりづらいんでメラミンスポンジを細かく切ったものを水槽に入れて目で水流が分かるようにしていきたいと思います。それではまずポピーパイプの方からスイッチ入れていきたいと思います。でしばらく経っても全然動かなかったんで一回かき混ぜてみました。ただやっぱり時間が経つとこういう風に下にメラミンスポンジが落ちていって、左の方から水流が起きていってもうポピーパイプの下の方は止水域になってます。でポピーパイプの近くにメラミンスポンジを落としていくとこんな感じです。こうやってスピンして出ていくメラミンスポンジもあるんで、水もそうやってくるくる回ってから排出されていくものだと考えられます。はい、続いてはリリーパイプです。はい、こんな感じで入れていきます。結構取水口付近はすごい速い水流が起きていることが分かります。で左にぶつかった水流がまた右に流れていって上から下ぐるぐる、半時計回りの円を描いて水流が流れているような状態です。でポピーパイプ同様パイプの一番下の方が少し水流が弱い感じかなと思います。はい、では今度はスピンパイプです。はい、入れていきます。スピンパイプはポピーパイプ、リリーパイプに比べて水流が本当に緩やかな感じですね。メラミンスポンジ見てもらっても分かると思うんですけど、一回ぐるぐるぐるっと水流が回ってから左右に分岐して水流が流れていってるのが分かります。やっぱりこちらもパイプの下あたりが少し水流が弱い感じですね。で近くで見ても分かるんですけど、こういう風にくるくるくるって水流が流れていってから左右に水が出ていってます。で最後はジェットパイプです。やばい勢いですね。これはこれが一番水流が強そうですね。まさに洗濯機状態。多分このジェットパイプはもうちょっと馬力が弱いフィルターとかに使って弱い水流を少し強めるような用途に使った方が良さそうです。
というわけで総括です。水流の強さはジェットパイプ、リリーパイプ、ポピーパイプ、スピンパイプの順です。ポピーパイプとスピンパイプに関しては水が一度回転してから流れるため水流が抑えられてます。で、共通して言えることはパイプ設置場所の直下あたりが一番水流が滞りやすくなっている点です。なので給水パイプは反対に設置するんじゃなくて取水パイプと同じ側に設置して止水域を作らないように工夫した方がいいかもしれません。それぞれの特徴としてはポピーパイプは水流が回転して大きな出口から水が排出されるんで取水口付近も比較的緩やかな水流が流れます。水草、生態水槽どちらにも使える印象です。リリーパイプは取水口が広くなっているのでその分拡散して水が出るんですけど割とまっすぐ水が流れていく印象がありました。カラシン系の生態とか水草水槽に相性が良さそうです。スピンパイプは一番水流を抑えることができたと思います。水流に弱い生態を飼育している水槽にはうってつけです。ただ以前使用していた時は低床に卵巣が発生していたのでやっぱ止水域が埋まりやすいとかのデメリットがありそうです。水草メインの水槽だと工夫が必要かもしれません。で、ジェットパイプは水槽の規格と同じフィルターを使用している場合は少し水流が強すぎると思います。馬力の弱いフィルターをワンサイズ大きい水槽と組み合わせて使ってもいいのかなと感じました。で、今回の検証では60センチ水槽に60センチ規格用のフィルターを使用してるんで30センチキューブ水槽など環境が違う場合は一概に特徴が当てはまるとは限りません。参考程度に考えていただいて今後購入する時のお役に立てればいいなと思います。それでは今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価、コメントどしどしお待ちしております。動画制作の励みになりますのでぜひ。それではご視聴ありがとうございました。